こんにちは。今回はフリーCADの曲面へ図形を貼り付ける方法5選の周辺ということでお話ししてみたいと思います。前編を見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。当動画ではプロジェクションオンサーフェス、マップオンフェイス、インチキ共通集合の3つを紹介したいと思います。それでは始めましょう。まずはパートワークベンチのプロジェクションオンサーフェスから見ていきましょう。これは曲面上にスケッチを直接作成できる機能です。カーブスワークベンチ使わなくてもパートワークベンチでちゃんと曲面に投影できます。今回は SVG ファイルを曲面に投影してみましょう。SVG ファイルとしてフリーCADのロゴ画像を使いたいと思います。ではまずは円柱を追加します。次に SVG ファイルをドラッグ&ドロップしてください。SVG を開くというダイアログが出てきます。SVG、As、ジオメトリーを選択してください。開くをクリックすると SVG ファイルが表示されますが、必ず XY 平面、つまり上から見た図として取り込まれます。さて、この SVG ファイルですが、フリーCADの公式サイトからストックしたものからロゴ部分を抜き出したものです。モデルツリーを見てみるとわかりますが、パスと書かれたオブジェクトが複数存在します。まずはこのパスが何なのか調べておきましょう。面倒ですが画面に表示されている Python コードで型を確認します。例えばモデルツリーのパス844を選択して Python コンソールで確認してください。Python コンソールを開いて画面に表示しているコードを入力します。フェースと表示されてますね。つまりこのパスオブジェクトは面オブジェクトだと分かりました。ワイヤーやエッジの場合がありますので一応確認しておきましょう。面オブジェクトであればそのまま押し出して立体化できます。さて、円柱にこの SVG 画像を貼り付けたいので向きを前面方向に変えます。プレースメント項目で X 軸を軸として90度回転してください。円柱のサイズも変えて位置を調整します。この辺はお好みで調整してください。円柱の手前に SVG ファイルのロゴが配置されるように座標調整してください。いかがでしょうか？では次はプロジェクションオンサーフェス機能による円柱側面への投影を行います。表面に投影を作成、アイコンはプロジェクションオンサーフェス機能となります。サーフェスに投影するというダイアログが表示されます。ここで投影面を選択、ボタンをクリックしてください。円柱側面に投影したいので円柱側面をクリックしてください。続いて面を追加、ボタンをクリックしてください。ロゴの面を投影したいので各面をポチポチクリックしていきます。このフリーCADロゴは5つの面で構成されています。続いて押し出しの高さを入力します。ここでは適当に 4mm としましたが後で調整し直します。続いて現在のカメラ方向をストックするボタンをクリックします。今回は前面から見た状態で曲面貼り付けを行います。斜めから見た状態で貼り付けたい場合は 3D ビューのカメラ方向を変えてからクリックしてください。あとは高さを微調整して完成です。いかがでしょうか？図形をそのまま見た角度で曲面に投影できますので直感的で分かりやすいと思います。SVG ファイルだけでなく自分でスケッチした図形や文字など同じ手順で貼り付けることができます。あとは面の色を変えてみるなど好きなようにいじってみてください。プロジェクションオンサーフェスの使い方は以上です。次はカーブスワークベンチのマップオンフェイス機能を紹介します。カーブスワークベンチのスケッチオンサーフェス機能は将来的にこちらのマップオンフェイス機能に置き換わるとのことです。ただ、現バージョンのマップオンフェイスは不具合が多いです。環境によってはマップオンフェイスのアイコン自体表示されていない方もいると思います。マップオンフェイスはスケッチオンサーフェスと基本的な使い方はほぼ同じです。ですが前編で少しだけ触れましたがスケッチオンサーフェスのスケッチ部分に根本的な設計仕様上の問題があります。マップオンフェイスはその辺の問題を解消するための機能となります。細かい話や内部構造の問題点については後編で解説します。ということで前置きはここまでで実際に使ってみましょう。手順を画面に表示しておきます。違う手順で操作するとエラーではまると思いますので必要であれば一時停止してご覧ください。さてまずは円柱を配置します。
プロパティを見ると円柱の半径は 2mm、高さは 10mm です。後でこの値を使うので覚えておいてください。では XY 平面に円柱側面の展開図となる長方形のスケッチを作成します。スケッチ画面が開いたら長方形を作図してください。長方形はグローバル座標を原点として X 軸プラス側 Y 軸プラス側に作成します。さてここで長方形の縦の長さは円柱の高さですね。垂直距離高速で 10mm と設定します。続いて長方形の横の長さですが円柱の円周となりますので 2πr ですよね。水平距離高速でダイアログを表示します。少し見つけにくいですが数式入力用の小さなアイコンがあります。この小さい数式アイコンをクリックします。長さを 2πr にしたいので画面の通り式を入力します。円周率はわざわざ 3.14 とか書かなくても π というのが用意されています。これで正確な円柱側面展開図の横の長さを入力できました。1つ目のスケッチはこれで完了です。スケッチはこれで閉じてしまってください。さて今度は円柱側面に描きたい図形のスケッチです。これも XY 平面にスケッチを作成して作図します。先ほど描いた四角形の枠の中に自由に図形を作図してください。ここでは円とか六角形を適当に描きます。描き終わったらスケッチを閉じてください。さてこれで貼り付け先の円柱側面長方形のスケッチ貼り付けたい図形のスケッチを用意できました。もう一度手順を表示します。貼り付けたい図形貼り付け先曲面展開図の長方形の順に選択してマップオンフェイスアイコンクリックです。ではコントロールキーを謳歌しながらまずは貼り付けたい図形をクリックします。次に貼り付け先曲面をクリック。続いて曲面展開図の長方形をクリック。カーブスワークベンチを開きます。最後にマップオンフェイスアイコンをクリックします。円柱曲面に図形が貼り付きました。ではマップオンフェイスを選択してシックネスプロパティを探してください。貼り付けた図形の厚みを設定する項目です。ここでは 0.2mm に設定します。このように図形が立体化しました。動作が不安定ですが一応動きます。マップオンフェイスで面倒なのは曲面展開図の長方形を作図するところです。今回の円柱は側面が単純な長方形になりますので簡単な例でした。ただ複雑な曲面形状の展開図は現実問題として作図は困難です。妥協案としてバウンディングボックスを使って長さを求めるのが妥当だと思います。背景に表示している数式を目安として作図してください。マップオンフェイスの使い方は以上です。最後にアートワークベンチの共通集合を使ったインチキ手法について紹介しておきます。これは貼り付けるというより削って合体する方法です。まず貼り付けたい図形を用意します。今回もフリーCADのロゴを使わせてもらいます。さてこのロゴをあらかじめ立体化しておきます。この立体化したロゴの形状を共通集合を使って切り抜きます。今回は簡単な例としてチューブの縁の部分を使って切り抜きたいと思います。ではチューブを作成をクリックして追加します。チューブのサイズを調整します。チューブの円がロゴの立体図形を横切るようにサイズや位置を調整します。自由に値を設定してください。3D ビューで見てわかるようにロゴの立体形状をチューブの円が横切っています。このロゴの立体形状とチューブの円が重なった部分を切り抜きます。では切り抜いた後に結合する円柱もついでに作成しましょう。円柱アイコンをクリックします。円柱が追加されました。円柱の半径はチューブの内径となります。プロパティのレイディアス項目でチューブの内径と同じ値を設定してください。これで準備できました。ではチューブとロゴの立体形状を選択して共通集合アイコンをクリックしてください。ロゴは5つの立体形状パーツが組み合わさっていますのでこれを5回繰り返します。それぞれのパーツを順番に選択して切り抜いてください。いかがでしょうか？ちゃんと円柱に貼り付いたように作成できました。曲面に貼り付ける操作ではありませんが極めて簡単で十分有効な手段ではないでしょうか。色をつけたらこんな感じです。見た目的には円柱側面に貼り付けたのと変わりませんね。複雑な形状でも切り抜けますので手段の一つとして活用してください。
いろいろ応用できると思います。インチキ共通集合の話は以上とします。さて、今回は中編ということで、プロジェクションオンサーフェス、マップオンフェイス、インチキ共通集合の3つをご紹介しました。マップオンフェイスは安定版が出るまでもうちょっと待った方が良いと思います。さて、後編ですが、カーブスワークベンチの内部構造やスケッチオブジェクト SF の違いについて解説したいと思います。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。